どうもってるんです。本日なんですけども、こっちの方にね、多分ね、プロモーションを含みますってある通り、今回はですね、タイアップ動画でございます。いや、ありがたいですね。で、このタイアップ動画に対して、アレルギー反応がある方もね、たくさんいらっしゃると思うんですけど、今回僕は何かサービスをご紹介したり、何か商品を PR したり、そんなことは一切なくてですね、伝えたいことはただ1個。今年のレタスがめっちゃいい。以上。はい、では改めましてこんにちは。この後本編をご覧いただく上でちょっと留意点というか注意点がございます。まずですね、今回の動画撮影日が6月の9日とかかなり前なんですよね。ですので出てくる食材に例えば実山椒とかかがぶときゅうりとかちょっとね季節感がねずれてるものもあったりするんですけど、なんとなくそういうことなんだなっていう風にご理解いただければ。んでこの後僕がねレタスを皆さんにご紹介する中ですごく重たいとかすごく詰まってるとかギチギチっていうワードをねすごくいい表現としてねお伝えしてるんですけど、これはあくまでも僕の感想であって JA さんとして詰まってるギチギチ重たいレタス、これがいいレタスですよっていうことを言っていないということにご注意ください。 JA 長野さんとしてはふんわりと巻いてあるレタス、これがいいレタスだっていう認識なんですよね。ただ僕は同じ値段であればふわふわよりもギッチギチのレタスが僕は好き。これはスリムな男性が好きか、肩幅がっちりな筋肉質な方が好きか、こういったもんだと思ってますんでね、僕はその人の価値観で。で、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、僕こういった案件とかプロモーションをねさせてもらうとき必ずサンプルを送ってもらうんです。サンプルを送っていただいて実際に食べて飲んでみて、でこれは皆さんにご紹介したいなと思った場合に OK を出すっていう、僕はそういったねプロセスでいつもやるんですけど、今回サンプルでいただいたレタスがすっごくギチギチやったんですよ。半端なくギチギチやったので、このレタスだったら皆さんにご紹介したいなと思って今回僕はこの案件というかプロモーションをお受けしてます。でそこからネット会議があったりとかして本ちゃんの撮影っていう風にね時間は過ぎていくんですけど、このビデオ会議の時に僕めちゃくちゃ笑顔ですっごいギチギチでしたね、どうやったらあんなギチギチのレタスができるんですかみたいなことをブワーっと言ってたから、多分 JA 長野さん的に谷崎はギチギチのレタスを送った方が喜ぶんだなっていうことで、多分ギチギチのレタスを今回の撮影にも送ってもらったんだと思います。ですのでそこはぜひご留意いただければと思いますっていうところかな。それではまた本編の方へどうぞ。よっしゃ、作っていきますよ。本日なんですけども JA 全農長野さんのプロモーションということで、僕もね張り切って頑張ろうと思うわけですけども、今回JA 全農長野さんから送っていただいたお野菜たちがよいしょよいしょよいしょ、まずえのきだけ、そしてぶなしめじ、そしてレタスで、今回のお料理的にはこちらのレタスがメイン食材となってくるかと思います。で、あれですね、僕学生時代大きいスーパーのナイトっていうね夜間のアルバイトしてたんですけど、その時農産っていう部門でこういったレタスとかトウモロコシ、白菜、そういったものの商品化をしてたんですよ。それだけじゃないけどね、お仕事はこういった段ボールからレタスを出して色の悪い外っ端外してで紫色のテープビッて巻くみたいなね、そういう仕事してたんですけど、その時をすごく思い出す。この段ボールを見ると、これね、このレタスですってやつね、これよう見てたわ。まさかこれが自宅に届く日が来るとは思いませんでした。多分今スーパーで働かれてる方もこの段ボールめっちゃ見たことあると思いますけどね。んで今回送っていただいたのは JA 全農長野さんっていうことで、このね長野県ってね素晴らしいところなんですよ。もうこのギッチギチの重たいレタスをね見てもらったら分かると思うんですけど、長野県ってもちろんレタスだけではないんですけど、ことレタスに関して言うと長野県って標高の高い地域が多くて、そのおかげでレタスの生育栽培に最適な気温だったりとか、あと水はけのいい地だったりっていうのが多くある県なので、そのおかげで長野県産のレタスってクオリティ超高いんですよね。俗に高原レタスなんて言われたりしますけど、そういった土地柄なので長野県レタスのシェア率日本1位だったりします。なので皆さんのお住まいの地域の最寄りのスーパーに行かれて、特に産地を狙っていなくてもレタス売り場産地が長野県産だったり結構あります。そのぐらいね長野県ってレタスのシェアがねすごく高いんですけど、僕もね結構前から長野県はレタスが有名だったりとか高原レタスとかっていうワードはねよく聞いていたんですけど、じゃあ実際なんでこの標高の高い地域での栽培がレタスに適しているのかって今回初めて聞いたんですけど、レタスだいたい適温が15度から20度なんですって。
でこの15度から20度を保ってあげることでレタスがよく動くってどういうことかっていうと、レタスがよく巻くようになるんですって。だからこの温度をしっかりとキープしてあげることでずっしりとこう巻きのいいレタスに仕上がるらしいです。だからね、今回も僕サンプルを送ってくださいとこのお話がある上でね、届いたレタスが僕感動したんですよ。あまりにもギチギチすぎて、レタスってこんな重たいっけってなったぐらい。だから今回のレタスも大きさが規格がある中で今回 LL をね送ってもらってるんですけど、この LL ちょっと今ね見た目の悪いストッパー外しちゃったんですけど、今回のレタスがはい 640g。 もうここでわかるもん、重たってなるもん。でこちら普通にさっきローソンで買ってきたキャベツです。これそんなにねスカスカじゃないんですよ。結構このサイズ感にしては結構詰まってんなっていうキャベツですよ。はい 700g。 そんなに変わらんっていうね、マジでもうキャベツ並みのギチギチ感ですよ。すごいの。後で半分にスパンって割りますけど、ぜひ見ていただきたい。もうこの重さで分かる通り、長野県産ってこう巻きのしっかりとしたいいレタスが育つ地域というか土地柄なんですって。もっと細かく言うと、高原の方の標高の高いところだとよくね朝露がつくんですって、レタスに。この朝露がレタスにまんべんなく水分を供給してくれるし、でなおかつね水はけがすごくいいので、よどんな水がたまらないから新鮮なお水をずっと供給できるっていうことだったりとか、あとねこれは農家さんのもう普段の努力ってとこですけど、長野県産のレタスって朝の2時とか3時とか、この日が昇るもっともっと前の寒い時間帯に収穫して、でもうそれをすぐさま冷却して、とにかく冷たい状態で出荷するんですって。っていうのもレタスは適温15度から20度とかだし、暑さにあまり強くないので、こういう風に農家さんが冷たい状態で出荷してくださるんですって。これはどうなんでしょうね。例えば今僕の住んでいる福岡とかでもそういう風に収穫するんですかね。ちょっと僕そこら辺詳しくないですけども、でもなんかこういうことらしいです。で特に今年は皆さんもなんとなく体感している通り、春から夏にかけてこの4月5月6月ですよね。なんかそんなにめちゃくちゃ暑くなったなとか、なんかずっと寒いなとか、もうずっとこうなんか春雨というか、もう気候がぐずぐずだなっていうことなかったじゃないですか。もう基本気温が落ち着いてて結構過ごしやすい春だったと思うんです。そのおかげでレタスの適温15度から20度、ここをずっと長くキープできたから、今年のレタスはやべえぞっていう、そういうお話らしいです今年は。で僕もここ5月6月ぐらいですよね、僕もね普通に買い出しに行くので、スーパーに行くたびにレタス今年いいなーってずっと思ってましたもん。なんていうか物がいいっていうことも含めてですけど、いろんな意味でねレタスいいなと思ってたんです。そしたらねこういったお話いただけたんで、僕としてはもう喜んでっていうところですよ。そしてさらにお次がえのきとぶなしめじですね。僕も長野県といえば結構山林の地域も多いし、天然キノコとかが有名だったりするじゃないですか。だから長野県イコールキノコっていうのは僕もねイメージ持ってたんですけど、このえのきだけとぶなしめじってシェア率長野県がトップなんですって。で特にねこれえのきだけですけど、こちらぶなしめじに関して言うと長野県ぶなしめじ発祥の地らしいですよ。もともとはこのぶなしめじっていう名前ではなくて、やまびこ本しめじっておっしゃってたかな。なんかそういった名前で栽培されていたんですって、このぶなしめじ。ただ本しめじって書いちゃうと天然物のそれこそ本当の本しめじ、あれとどうしてもこう名前がかぶってくるんで、それは違うよねっていうところでぶなしめじっていう名前に改名したらしいんですけど、その栽培が始まったのが長野県らしいです。なんか職員さんはなんか諸説ありますけどとおっしゃってたからちょっと分かりませんけどね。でもそのぐらい長野県ってキノコとすごくゆかりの深い地域なんですって。でもともとこの林だったりとか山森、こういったキノコがね生育しやすい地域っていうのもあると思うんですけど、長野県冬もちろん雪すごく積もるし、それこそ避暑地としてもね有名な長野県なので、冬場は農業結構厳しいんですって。なので春夏秋こういった気候が穏やかな時はそれこそレタスとか他のお野菜を育てて、冬もう野菜育てるのが難しいよってなった時は昔から室内で栽培できるものだから、こういったキノコとかそういったものに力を入れるか、それこそね長野県ってスキー場があったりとかもするので、そういったリゾートの方に出稼ぎに行くとか、そういった感じで農家さんは冬場のお仕事をされていたんですって。なので冬の間ねこういったキノコの栽培とかに力が加えられるから、長野県がキノコのシェア率1位とかっておっしゃってました。
ね、僕キノコは秋のイメージありますけど、なんでこの時期に僕キノコなんだろうと思ってたんですけど、今はねもう年がら年中キノコがねもう栽培ができるようになっているし、この時期もねもちろんキノコ美味しいんですけど、やっぱりキノコって秋のイメージがあるんで、この時期あんまりキノコが売れないんですって。売れないから出荷量を減らして調整してるらしいんですけど、キノコってもう改めて考えてもね、キノコって美味しいので、皆さんにねそのキノコもっと食べてほしいなっていうところで、キノコのご紹介もお願いしますってことやったんで、僕もねキノコ大好きなので、はい喜んでというところです。で特にこのえのき茸とかぶなしめじとか、こういったキノコ類ってもうトマトとかに次いでですけど、もうスーパーで買える食材の中でももう群を抜いて旨味成分、香り成分の強い食材だったりするので、お料理にちょっと加えるだけで旨味アップするし、香りアップするし、もう何でもござれっていうお野菜ですもんね。でこちらの長野県産のレタス、それからキノコなんですけど、去年かな、夏の日7月2日っていうのが爆誕して、この夏の日がレタスの日なんですって、長野県ですので、それに合わせて僭越ながら今回こういったお話をいただいた次第でございます。それでは本日こんな素晴らしいね長野県産のレタス、それからキノコたちを使いまして何を作っていくのかと申しますと、 JA 全農長野さんからはこのレタスとかキノコがいっぱい食べられるようなそういったレシピがいいですねってことやったんですよね。で僕もいっぱい食べたい。でもこの時期ねもうジメジメしているし、気温も高くなってきているし、もうあんまりこの焼き場というか火元にいたくないですよね。ですので結構シンプルに今回いこうかなと思います。まず1品目、レタスのしゃぶしゃぶ。うまいよね。もうシンプルに昆布だしでしゃぶしゃぶして、いくつかの調味料をつけながらいただこうかなと思います。一応メインはねレタスですけども、その他にもね一応タンパク質ってことでお肉なんかも買ってますので、もうこの時期夏バテしますからね、より栄養価の高いものっていうところでちょっと特別なねお肉もありますので、どうぞお楽しみに。もちろんキノコもつけます。でそれからもう一品、副菜ってわけでもないし、もうどちらかというと主菜になるとは思うんですけど、もうこの時期やっぱ冷たいものも食べたいじゃないですか。なのでこの高原レタスって刃の厚みがしっかりとしてて、この歯触りの良さ、シャキッシャキッっていうこのね葉っぱの肉厚さっていうのも一個の売りだと僕は思っているので、そこを感じやすいようにもう一品は生で。サラダでもいいんですけど、どうせならもうちょっとややこしくして、この時期といえば僕の中ではこれですよ。はい、実山椒。もうこの梅雨入るか入らんかぐらい、このぐらいの時期からね実山椒がバーッと出ますけど、この実山椒を使ってひき肉をねちょっとピリッと効かせたものをレタスで巻きながらいただくっていう、そういう冷たいおかず、そちらも一緒につけようかなと思います。それではちょっと前段階が長くなってしまいましたけども、張り切って参りましょう。ではまず副菜の山椒レタス包みから。だいたい山椒を買ってくるとこういうわさっと塊でくるので、この塊からぶどうをもぎるようにもちもちもちっと。でこの枝はバイバイ。でこの時山椒を触ったこの手、これで目なんかを描くと地獄を見るので、僕は手袋を推奨です。でブチブチもぎっているとこういう感じでピョンと突き出たこの枝の一部が残ると思うんですけど、こだわる方はこれを取ってもらってもいいでしょうし、さすがにそれはちょっと面倒いよって方はそこまでこだわらなくてもいいのかなと思います。僕もある程度で妥協しようと思います。じゃあ最後にちょっと目の粗いざるでちょっとフリフリしてゴミ取っ払って、こちらをお鍋にセッツ。そしてひたひたの冷たいお水で火にかけて、沸騰してきたらざるにあげて、はいもう一度遊べる丼。今回は茹でこぼし2回でいきます。結構辛いのがお好きな方とかは茹でこぼし1回とかでいいかもしれないですけど、でも結構辛いですよ。汗がブワッと吹き出ますよ。僕は2回くらいするのが好きです。じゃあ2回茹でこぼしをした後は、この冷たいお水にさらしておくと、だいたい1日とか1晩とかさらしておくとさらに辛みは抜けます。でそれでちょっと食べてもらって、ちょっとあまりにもこうマーラーのマーの部分ね、ベロにこうビリビリっとくるこのしびれが強すぎるよとか、なんかちょっとこうえぐみ、青臭さ、そこら辺がまだ気になるなって方は、例えばもう一度これを茹でこぼしてもらったりとか、それこそ一晩つけてもらったりするとさらに抜けます。今ちょっと食べてみた感じ、僕はこのぐらいでいいかなってことなので、今回はもうさらすことなくこのまま使っていきます。
そしたら水っぽくなっても嫌なので、こちら水気はしっかりと拭って、すり鉢にセット。あとはこちらを根気強く、はい、ゴリゴリ当たるだけですね。こういうすり鉢のお行儀正しいやり方じゃあ絶対潰れないので、パワープレイでいきましょう。ちょっとすり鉢がちっちゃすぎたので、ちょっと大きい方に、大体どこのご家庭にもありますよね、このすり鉢ね。で、こんだけでかくてこんだけ長いすりこぎであれば、これでいけますね。はい、これでこの時期ならではの辛み、実山椒ペーストの出来上がり。そうしましたら、こちらの実山椒ペーストを使って肉味噌に仕上げてまいります。ではその肉味噌に使っていく調味料&材料たちをせーの。こちらから豚ひき肉、白味噌、酒、濃い口醤油、みりん、きび砂糖で、今回の分量がこちらから 800g、300g、250g、50g、150g、100gで、今回のは結構甘さしっかり効かせてます。ですので、これはあくまで僕の好みの味付けなので、特にこのきび砂糖ね、ここは普通の上白糖とか三温糖とか、皆さんのお手持ちのお砂糖で大丈夫です。このお砂糖に関しては、好みが分かれると思うので、一気に全部入れずに、ちょこっとずつ加えながら、皆さんの好みの甘さにね、してもらえたらなと思います。僕はこういうお味噌系の肉味噌とかね、あと西京焼きとか、そういったのは僕はしっかり甘さを効かせるのが好きなので、結構甘々です。で、使うお味噌も、僕は今回、山椒の香りを大事にしたいなと思ったので、白味噌こちらを使ってるんですけど、赤だしとか赤味噌を使えばもっともっとおかず感は出るでしょうし、もちろん皆さんのお手持ちの信州味噌、俗に言う田舎味噌っていうね、茶色いお味噌でも美味しく出来上がると思います。ただ塩分量が違うので、白味噌は塩分少ないし、信州味噌は真ん中だし、こういう赤味噌系は塩分濃いので、もししょっぱいなとかっていうことであれば、ちょっとお酒で伸ばしてもらったりとか、ひき肉をねもうちょっと加えてもらったりとかしながら、皆さんの思い思いにいい感じでバランス取ってください。あくまでこれは白味噌ベースです。で、僕も今試作なしでバーッと測っただけなので、ちょっと変動するかもしれません。一応変動するかどうかは今この段階で下のテロップに書いておきます。よし、ならばじゃあまずはこのお酒と豚肉以外を全部合わせちゃいまして、てか白味噌使うんならこれ薄口でもよかったかもなとかちょっと思ってみる。でも一応とりあえずこれで混ぜ合わさりましたと。しっかり甘い。めっちゃうまいやんこれ。そしたら続いてこちらの豚ひき肉で、僕はここにお酒入れちゃう。この豚肉に吸わせるようにっていうのが、この後これフライパンで炒めていくんですけど、もうこんなことせず、もう豚ひき肉を焦げ目がつくようにカリッと焼き上げれば、ちょっと中華のザージャンっぽいような香ばしいメイラードの香りなんかもつくし、より旨味がグンと乗るんですけど、僕はね結構こういう系はパサパサしない食感が好きなんです。つまりカリッカリの水分の抜けた豚ひき肉というよりかは、僕はふんわりジューシーなひき肉が僕は好きなので、この豚肉に水分の補填っていう意味でちょっと水分含ませます。で、なおかつこういう風にお酒をあらかじめ含ませておけば、この後ねひき肉をポロポロにするんですけど、フライパンでね、それが簡単なので。で、この時こうこね上げるようにすると、豚肉から粘り気が出て団子になっちゃうので、こうさっくりと混ぜ合わせるような心持ちで。そしたら冷たい状態のフライパンに、ひき肉で、焦らない今のうちに 800g なのでお塩を3つまみ程度、いや4つまみ。こちら下味ですね。どうしてもこの後濃い味噌ベースのタレが来るので、ちゃんと豚肉自体にも味がないとね、豚肉の存在感がぼやけちゃうので、そしたらこちらを火にかけて、でこういうそぼろを作るとき、プロの方とかってこういう風にね、菜箸を何本かに分けて持って、でこれでギャーっとやりにしちゃうんですけど、結構難しいので普通に2本でいいと思いますよ。しかもこれお酒が入ってるんでポロポロになりやすいので。そしたらだんだんと縁の方から白くなってきたので、あんまりギャーっと混ぜるとまた団子になっちゃうので、とりあえず初めはゆっくりと外側をこう内側に入れ込むような感じでゆっくりゆっくりと。目指すのは箸でつまむ肉味噌というよりかはスプーンですくうような、そういうなんというかジューシーでちょっとこうモイスティーな感じのひき肉を目指します。
で、今この段階でもう豚ひき肉には火が通って白くなってるんですけど、さすがにビシャビシャすぎるので、ちょっとお酒を飛ばします。どのくらいまでかというと、こちらお酒のかさがぐーっと減ってくると、今このジュク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 っていう沸騰してる音から、豚ひき肉が焼けてくるパチパチと音に変わるんですよね。で、今回はパチパチはあまりさせたくないので、もうパチっていう音が聞こえて始めたら、すぐもうお味噌だれを加えていきます。で、今この段階だと、この中のスープ、今結構こう濁ってると思うんですけど、これが水分がある状態ですね。この水分が飛んでくると、これが透明になります。油だけ残って。で、その油を取るかどうか問題なんですけど、脂っこい肉味噌嫌だわっていう方は、透明なものだけになったら、キッチンペーパーとかでこう拭いてあげてくださいね。僕は今回もう油ごと使おうと思います。で、炒めること約5分程度かな。まだまだ正直こういう風に水分が残ってる状態ですね。でも今回はもうこの段階でジューシーに仕上げたいので、はい、味噌だれ GO。 あとはお好みの粘度になるまでちょっとみりんを煮切ったりとか水分を飛ばすような感じですね。ちょっと時間かかるかも。どうしてもお味噌の香り飛ばしたくないよって方はね、お味噌はまた後ほど加えていただければいいんですけど、でも今回は簡単にということでそこまでこだわらなくても。ではあれから強めの弱火、このくらいの終わりかけのバブぐらいの火加減でコトコトやりながらだいたい10分から15分ですね。結構この中お味噌、みりん、お砂糖が入ってるので結構当たりやすいです。なのでもうこれに関してはもうお鍋につきっきりでいいかなと思います。こう底をかいてあげながら、でだんだんとこう鍋底が見えるくらいまでもたっとしてまいりましたので、ちょっとこの段階で味を見つつ、美味しい。美味しいけど、この後レタスに包むことも考えて、もうちょっと塩分あっていいかな。ということで、それぞれお塩一つまみ。で、片方は、実山椒がない時期。でも僕がよくやるのが、はい、ぶしこ。普通の鰹節でもいいんですけど、僕はこのぶしこの方が、どうしてもね、鰹節っておかかみたいに口の水分持っていくので、あれがあんまり僕はね、得意ではないので、僕はぶしこを入れることが多いです。で、またこのぶしこが水分吸うので、ちょっとまたさらにもたっとします。はい、次。今回の実山椒ペースト。これを気が済むまで。あんまり入れすぎると、さすがにこれ辛いので、一気に入れずに、ちょこっとずつ加えることをお勧めします。今回、レンゲ2杯分。圧倒的にうめえ。これはうまいわ。もうちょっと僕加えてもいけそう。これは贅沢だね。ほら、ぶしこもそうですけど、このね、実山椒のペーストも結構水分持っていくので、結構水分しっかりめに残して仕上げていいと思います。肉味噌。さらに肉味噌が冷えるとさらにこれ、粘度上がりますんでね。はい、完璧。そしたらこれで2種類の肉味噌完成。で、こちら、今この段階で締めると、内側に水滴がついて、保存性下がるので、しっかりと粗熱を取ってから蓋をして冷蔵庫でお直しください。これ今回ね、レタスで巻きますけど、これ、当然火もしっかりと入ってるので、お弁当にも使えます。お弁当のご飯の上に薄くね、塗っていただいたりとか、お弁当用カップの下にね、引いて、この上に蒸しブロッコリーとか、レンジアップしたブロッコリー入れてもらったりとか、もう何でもござれっていう肉味噌です。結構もったりともしてるので、お弁当の中はべしゃべしゃにならないと思います。作っておくと便利な常備菜。はい、そうしましたら、レタスに肉味噌巻いて、あとはちょっとした薬味があったら僕は嬉しいなと思うので、簡単なものを。まずはキャベツ。まずは天と地を落としの。でもなんでもいいので、お塩うちの。はい、板ずり。で今下に1枚まな板別のを置いてるのは、どうしてもねこれするとまな板が緑になるので、もういちいち漂白かけるのがめんどくさいっていう意味です。この一手間で発色が良くなるとうっすらと下味がつくんでね。じゃあこちらさっと水洗いして3分割。そこまで極端に薄くする必要はないですけど、かつらむきでいや、分かってるんですよ。こんなね、大きな包丁で、まあやりづらいやろうと。そんな格好つけんでええよって思
思われそうですけど、聞いちゃったんです。この間お寿司屋さんでね、小さい包丁を使えばそれはやりやすいよと。でも大きい包丁で慣れれば小さな包丁でも大きい包丁でも両方できるようになるから、かつらむきから全部この大きい包丁でやるんですって。それを聞いちゃったら僕も頑張ろうと、最近できるだけ大きな包丁を使うことにハマってます。でこっちの種の多い中心部分は食べちゃう。でそんなに細いつまが欲しいわけでもないので、ちょっと幅広にこのくらいの細切りで。でこの間インスタグラムでちょっと拝見してやってみたいなと思うことがあってですね、まずは竹串を2本ちょうどいいサイズにカットして、包丁のこのしのぎ筋から刃先に向かっていい感じで貼り付けて、よしできた。こうするとここに隙間が生まれるじゃないですか。この隙間でせーの、あ、むずっ。これはこれでむずいぞ。やりたいこと分かりました。これだと隙間が角度が一定になるんで、うまいこときゅうりを回しながら、失敗した。でもこれいいぞ、やりやすいぞ。これはチートだな。確かにこれビタビタにここにつけるとガクンと下がるから、つけるならもうちょい上だな。これやりやすいぞ。ちょっとチートですけど、竹串使ってこれありかもしれないです。ただなんかちょっと包丁に変な筋が入っちゃいましたけど、なんかこんな感じで、これちょっと嫌だよな。磨けばいいか。今回はきゅうりだけですけど、みょうがとか人参、大葉、その他もろもろ薬味関係全部合うと思いますんでね、皆さんの冷蔵庫事情に合わせて。それではあとは本日のメインディッシュ、レタス。こちらを芯を抜いていくんですけど、大体のレタスはグッと押せば、ここの芯をねグッと押せば芯がズボッと埋まって引っこ抜けるんですけど、ここまでギチギチだと多分ね、いけるかも。せーの。やっぱギチギチなのでいかないですね。なのでちょっと包丁で助けてあげて、つまりこの芯の周りをちょっと包丁で一旦つながりを断ち切ってあげれば多分いける。せーの。ズボッといったら芯を持って引っこ抜くと、はい、気持ちいい。で今回はこれ一枚一枚剥いていこうと思うんですけど、めんどくさいじゃないですか、剥きづらいしね。なのでせーの、はい、割ってから剥く。これなら楽なんでね。有名な話ですけど、レタスを包丁でバスンと切ると、確かイオンの関係やったかな。それで包丁に触れたとこが酸化しやすいというか変色しやすくなるんですって。だからレタスはね、手でちぎりましょうっていうのはそういうことなんですけど、皆さんのやりやすい方で。てか本当に見てもらったら分かる通り、本当に巻きがすごいでしょ。ギッチギチなんですよ。もう半分に割らんと剥くのが大変。じゃああとはこちらをお水で洗えばレタスの下準備終了。それではあとはこちらをお皿に盛り付けるだけですんで、とりあえず一旦こちらで終了です。ここからはしゃぶしゃぶ、こちらを作ってまいります。では今回のしゃぶしゃぶでしゃぶしゃぶするスープは昆布だしでいこうと思ってますんで、まずは5時間ほどちょっとお水につけておいたこちらの羅臼昆布を、いつものごとく火にかけて、いつものことながら70度になったら火加減を最弱にして70度キープ1時間。実際はね60度から70度なんですけど、それ1時間経ちましたので、こちらの羅臼昆布を取り上げて、そしたらこの昆布だしが触れてた鍋肌、ここもしっかりとケアしてあげた後に、火加減上げて、この昆布のぬめりを取れば、これで贅沢な昆布だしの完成。で今回もこれだけ贅沢な昆布スープなので、正直そんなにいろんなもん加えんでええかなと思ってます。
ですので、もう特にこれはもう分量とかないんですけど、もう塩分をつけるというよりはほんのちょっと、もうこんなもん、少しだけ濃い口醤油で香り付け。イメージ的にはこれしゃぶしゃぶした具材に香りをつけるというより、お部屋全体にお醤油の香りがいくようにっていう意味のお醤油と、で最後に酒、2カップ、つまり 400ml、 こんぐらい入れちゃおう。でいつも僕のレシピを参考にしてくださるとき、僕いつも料理酒ではなくてお酒を使いますんで、そこはね勘違いなされないようにお願いしますね。どうしても料理酒ってね結構塩分とかも入ってて全然味わい違うのでね。じゃあこれにてしゃぶしゃぶ用のスープ完成。全然塩分はないですね。とにかく強い昆布の香りとふわっと香るお酒と醤油の香り、そんな感じでは、ここから今回のしゃぶしゃぶのタレ、そちらを作っていこうと思うんですけども、まず1個は普通のポン酢、ちょっといいポン酢お用意いたしました。でこちらとはまた別にもう1種類はごまだれですね。今回合わせていくごまだれはポン酢が酸っぱいので、ごまだれ自体はお酢を加えずにただ甘いコク深い、そういったごまだれにしようと思います。では今回のごまだれに使っていきます材料たちをせーの。こちらから練りごま、濃い口醤油、みりん、お砂糖で、今回の分量がこちらから 300g、80g、40g、40g、結構甘さしっかり効かせます。でこのままだと結構濃いです。ドロッとして塩分的にも結構濃いかと思いますので、混ぜ合わせたものを今回のしゃぶしゃぶのスープ、こちらで割っていく感じですね。どのぐらい割るかは皆さんのお好みで。そしたらこちらの練りごまを出すにあたって、練りごまって出にくいっすよねこれね。なのでもう僕はいつもここ切っちゃう。切って出す。当然出にくいので、何かスプーンとか菜箸とかそういったものを突っ込んでもらって。特に冬場とかマジ出ないですからね。じゃああとはその他の調味料を全部ぶち込んで、この練りごまをしっかりと溶かして、でこの作業、洗い物を恐れない方々はこういったミキサーとかハンドブレンダーを使うとすごく楽だと思います。僕はいつもミキサーで回しちゃいます。これそしたらあらかた馴染みましたので、これを伸ばしていくだけですね。でこの時のお出汁の伸ばし方の僕なりのおすすめとしては、甘さとか塩分とかこういったものは後からいくらでも調整効きますんで、それよりも濃度、このどれだけドロッとさせるか、ここを念頭に置きながらどんぐらい伸ばすかをね、皆さんのお好みに合わせてやってもらえればと思います。僕はとりあえずこんなもんかな。結構濃いめ。どうせしゃぶしゃぶ中に食材についたお鍋スープで伸びていきますんで、とりあえずこんぐらい濃いめで、じゃああとはペロペロ舐めつつ皆さんのお好みの味にしてください。でも大体このくらいの濃度やったら、今舐めた感じ、僕はちょうどいいですね。ただ個人的にもうちょっと塩分があってもいい気がするんで、お塩2つまみ、いやあと1つまみ半。もうほんとここはもうみんなの好みが出ますよね。よし、これで OK。じゃああとは普通の一般のポン酢の方にちょっと大根おろしを添えたいので、ちょっとこの後火が上がりますのでね、大根の根を焼き切っちゃって、はい、皮ごとおろす。で大根おろしの水気をいつもよりもちょっと強めに絞っていただいて、ここに卵黄でお塩1つまみ、これを混ぜ合わせれば、はい、黄身おろし完成。これあったかいご飯にかけて醤油かけてかき込むとめっちゃうまいんですよ。彩りも綺麗だしね、結構おすすめ。それではこれにて調味料関係の仕込み終了。よし、それでは今回のお肉をドン。
今回のお肉がイノシシのバラ肉ですね。イノシシ肩とかももとかいろんな部位ありますけど、やっぱ僕のおすすめはバラかな。イノシシってこの脂身がうまいんですよね。肉の部分ももちろん味があってね、うまいっちゃうまいですけど、やっぱ僕はイノシシの脂身が好き。で、このサイズ感だと、僕は顎がゴリラなので、全然咀嚼できるんですけど、小さなお子さんとか、お年を召された方、それから、顎に自信がないわっていう女性の方、結構噛み切れないこともあるので、これ半分にカットしてもいいかもしれんですね。そこは皆さんの顎力に要相談ということで。せーの。全然貫けん。せーの。よいしょ。で、続いてが、これ、加賀太きゅうり。加賀野菜なんですって。言うなれば、お化けきゅうり。で、調べてみたら、AI 先生によると、きゅうりなんですけど、これ、皮剥いて、で、中の種も取って、果肉を食べるんですって。なので、一旦皮剥いてみようかな。これ、本当に食べられないのこれ。あ、硬いね。噛み切れんことはギリないけど、確かにこれは食べないわ。なるほどね。じゃあ天と地をはい落として、すげえなんかヘチマみたいなすごいスポンジ感を感じる。で一度半分に割って、なるほどね。できゅうりとかこういったものの、中をえぐるときに一番便利なのが、大体どこのご家庭にもある魚の骨抜きのここが一番よく取れるんでね。何、僕の常識が通用しないだと。でもいける、全然いけるわ。確かにこんだけ水分多かったら取るわ。ちょっと酸っぱいんだ、種。へえ。レモンチューハイぐらい酸っぱい。なるほどね。面白い野菜もあるもんですね。じゃ一度種も抜いてきれいに洗った加賀太きゅうり。ね、しゃぶしゃぶなので、箸でつまみやすいこういうサイズ感で、ちょっとこれ生で食べてみたい。きゅうりだね。青臭くないきゅうりで、こちら使い方的には冬瓜とかそういった感じらしいので、生でもいただけるけど基本的には加熱していただくものらしいですよ。いや、これはいい野菜仕入れたわ。でラスト三つ葉。本当はねセリが良かったんですけど、三つ葉しかなかったので。でも三つ葉のしゃぶしゃぶもうまいっすからね。盛り付け100点。はい、というわけで、はい、これで長野県産レタスとキノコをたっぷりと使ったしゃぶしゃぶセットの出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しましたモーリーファンタジー。いや、たまにはいいですね、こういう短めの調理っていうのもね。なんだろう、疲れてない。で、ここに見えていないキノコだったりとか剥いたレタスとか、実はこの辺にいっぱい隠れてますんで、また後ほど出てきます。よし、ならばいただきます。もうこのキンキンのビールが美味しい時期になりましたね。旬です。ノーマルコールですけどもね。ならば初手安定の乾燥防止ラップ。ではまずこちらから参りましょう。レタス巻き巻き。もうこれはね、美味しいのはね、分かりきってますよね。じゃあまずぶしこ入りの一般的な肉味噌。これをたっぷりと包んで、できゅうりも添えて真緑。いや、そりゃうまいわ。もうまずくなる要素が何もないもん。いや、これはいい当てだわ。
きゅうりもね、体を冷やしてくれる作用もあったりするので、このね、ムシムシした時期にはちょうどいいですね。このメニューだったら多分エアコンいらない。そのぐらい体をクールダウンさせてくれますね。お酒のあてだけじゃなくて、お味噌がしっかり味なので、ご飯もよう合う。でも個人的には、まず肉味噌ドンからのここにご飯を置いて、はい、きゅうり添えて、この食べ方が一番好き。で、こういう風に食べるのって、例えば焼肉だったらサンチュ、チシャ、あとグリーンリーフにサニーレタスにエゴマ、いろいろね、包むお野菜ありますけど、もうレタスはその中でも群を抜いてシャッキシャキなので、もう骨伝導が小気味良い。だからもう一枚一枚の満足感がすごいですよね。本当にいいお野菜だわ。で、僕はね、顎ゴリラなんで、もうこの歯ごたえ大好物なんですけど、ちょっと食べにくいわって方は多分これ30秒とか1分とか軽く蒸してもらったら少し柔らかくなりますんでね、より食べやすいかなとは思います。というわけで、ちょっと今お腹ペコペコなので、はい、食没。じゃあ続きまして、実山椒肉味噌。何気にめっちゃ楽しみにしてたやつ。だってもう絶対うまいもん。もう味知ってるからな。じゃあまずご飯なしで。肉味噌もりもりに入れまして、で、きゅうりもぎっしり敷き詰めまして。僕はこっちの方が好き。うまい。まあ、山椒なんでね、結構辛みも強いので好き嫌いは分かれると思いますけど、この爽やかな香りね。もうご飯よう合うわ。もう同じことしか言えないんですけど、うめえ。なんかもうこんだけレタスいただいてると、マジで罪悪感ゼロ。こんだけお米食べてるのに、マジで太る気がしない。てか多分実際この食べ方だったら太んないと思うわ。じゃあここからは、ほんと同じシーンの繰り返しになるので、ちょっと早送り。それでは生レタス包みはこちらで最後ですね。はい、完食。で、こちらの余ったきゅうりは、今回のごまだれ。これめちゃくちゃ濃厚なので、かけるだけでバンバンジーサラダ。うまい、うまいけど、なんかこの練りごまちょっと苦味あるな。自分でね、ごまいって、で、自分で当たって練りごま作ればよかったなと、ちょっと今後悔してますけども。でも美味しい。では、いい感じに体も冷えてきたので、あったかい方いきますか。まずはこちらのきのこいっちゃおうかな。ではまずえのきだけ。じゃあポン酢。
えのきだけ本日も異常なし。ほんとえのきだけっていいキノコだわ。いっつも茶えのきあっちばっかりエルゴ飲んで買っちゃうんですけど、白もいいですね。歯触りが物優しいのでめちゃくちゃ食べやすい。茶えのきってね、良くも悪くもガキ大将みたいな感じだからね。これぶっと。うるさ。もうジャッキジャキね。太く裂きすぎた。じゃあ続いてぶなしめじ。じゃあこのまんまいってらっしゃい。じゃぽん。よし、もうそろそろいけるかな。てかどうやってこれ持ち上げよう。いけるか。あ、無理。皆さんこれ無理です。いや、刺せばいけるけどね、行儀悪いしね。頑張れ。あ、いけた。せーの。やっぱしめじは味濃い。うまい。ただ食べやすく小房に分けた方が絶対にいい。でもやらない。じゃあ続きまして結構気になっている加賀太きゅうり。さあこれはどういう感じになるんでしょうか。で味わい的にこれかなりきゅうりに近いので、てかきゅうりだしね、これがすごく美味しいんだったらもうきゅうりもしゃぶしゃぶにしていいのでは。じゃあこちらもポン酢で。これかなり特徴的。これ結構好き嫌い分かれるぞ。これは個体差なのか、それとももう加賀太きゅうりがこういう味香りなのか分かんないですけど、ちょっと青臭みを感じるかも。でも食感はちょっとねプルンとした感じも出てきた。つるんプルンとしながらもシャリッシャリッとした優しい歯触りで、最初種を食べた時にちょっと酸味があるかもってお伝えした酸味が加熱すると出てくるんですよね。なんでだろう。ほんと変わったお野菜これ。あ、ごまだれに入っちゃったらもう分かんないや。あ、ごまだれよく合うな。うまっ。あ、でもほんと青っぽくなった冬瓜だわ。うまい。でこれ冬瓜みたいにもうちょっと煮込んだらトロットロになるんですかね。それはそれで食べてみたい。よし、じゃあ残りのきのこたちもいっちゃえ。でちょっと箸休めの三つ葉のしゃぶしゃぶ美味しいんよな。清涼感。三つ葉はごまだれよりもポン酢がよく合いますね。よし、じゃあきのこもいい感じかな。でここから先はちょっと早送り。というわけできのこ完売ってか思ったんですけど、今回のごまだれのレシピもうちょっとみりんとお砂糖多くていいですね。ちょっと全体的に味がぼやけてるかも。もっとはっきりさせたいかな。やっぱこういう時に思いますね。試作を作っておけばよかった。まあで今回こちらで最後のお皿となりました。まずレタス。はい、いってらっしゃい。でその隙間でイノシシをしゃぶしゃぶ。でイノシシは加熱しすぎるとカチカチになるのでちょっと早めに引き上げて、あ、やべえ、噛み切れねえ。あれイノシシ肉って加熱が甘いと噛み切れないんでしたっけ。よーく加熱したら
美味しくなるんだっけ、あれ忘れた。じゃあとりあえず次ちょっとしっかりめにもう煮込むような感じでちょっと放置してみます。でその間にレタス、これがうまいんだよね。はい、ポン酢にべっしゃりとくぐらせて、やべ、バカほどうめえ。じゃあ次はごまだれ。あー最高。じゃあちょっとしっかりめに煮込んだしし肉、これで噛み切れればいいけどな。結構しっかりめに加熱した方がまだ噛み切れる。でもあれですね、やっぱ脂身がうまいわ。じゃあこのしし肉しっかり火通した方が美味しいのが分かったので、一旦全部いってらっしゃい。そしたらもうレタスがマジでいい感じになってきましたね。ちょっと透明感が出てきてしなしなです。あー超うめえ。じゃあちょっと早送り。はい、では残りあと1杯ですね。無事完売。じゃあそれではちょっと名残惜しいですが、よいしょスタート。ごちそうさまでした。いやーうまかったね。今回のレタスに関して言うと、もう一個一個が巻きがすごいので、今回2玉しか僕いただかなかったですけど、結構お腹膨れましたよ。ほんと立派。で、つい昨日、うちのすぐ近所のスーパーにどんなレタスが並んでるんかなと思って見に行ったんですけど、今回、僕が調理した、送ってもらったレタス、あれ LL 玉って言って、規格的にもかなり大きいやつなんですけど、うちの近所のスーパーも、あれは L かな、長野県産の結構立派なやつが置いてました。でもやっぱ今年のレタスって全体的にやっぱ質が高いんだなっていうのを思いましたね。まあ当然その地域がで、それからタイミングっていうものがありますので、明日行ってみて最寄りのスーパーに立派なレタスが置いてあるかって言われたら、まあ運かなとはなりますけど、でも全体的に今年のレタスの出来すごく素晴らしいと思います。皆さんもね機会がありましたら手に取ってもらえればと思いますっていうところかな。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。